疲れ様です。音楽作家のまりえです。日中はまだまだ暑いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。朝と夕方の風になんとなく秋の香りがしてきましたね。夏の名残と秋の始まりがちょうど同じ道をすれ違っていくような空気です。私はというと、先日実家のある浜松に一人帰省してました。今日はその時に立ち寄った自慢の浜松の手芸屋さんと画材屋さんを皆様にご紹介したいと思います。まずは東京の果てから横浜までやってまいりました。新幹線移動のいいところはですね、やっぱり昼からビールが飲めるということですかね。乗車まで少し時間があったので、腹ごしらえをして小さな宴を始めます。こういう時間があると旅の始まりの気持ちがゆっくり整っていく気がします。もちろん新幹線でも編み物を楽しみます。模様編みも少しずつ慣れてきて、秋がもうすぐそこに迫っているのを思うと手も自然と動きます。とはいえ新横浜から浜松までは光で1時間ほどなんですね。夢中で編んでいると本当にあっという間についてしまう。この日は子どもたちもいないのでね、久しぶりに全集中の編み物タイムを味わうことができました。子どもたちと過ごす新幹線を皆さんはどう過ごされていますか？我が家はその度にシールブックを買ったり、カチカチに硬いので有名なスジャータのアイスをゆっくり食べさせていたりします。子供がいる親からすると、新幹線の車内販売がなくなったのってちょっと致命的ですよね。本当に本気で一筆クレームを入れようかと思ったぐらいです。しなかったですけどね。でもこれも時代の流れですね。私たちの頃はね、新幹線には車内販売があったんだよなんて未来の子どもたちに話す日が来るんでしょうね。まもなく浜松です。お出口は左側です。そんなこんなであっという間に浜松に到着です。今日泊まるお宿は大きなビルの中にあります。後ほどご紹介します。ビルの形は実はハーモニカのデザインなんですって。音楽の街ならではですよね。さて、まず足を運んだのは浜松を誇る手芸屋さん、クラフト東海さんです。子供の頃は駅やその周りにもたくさん手芸屋さんってあったんですけど、今では時代とともに数も減って大きなお店は貴重になってしまいました。こちらは浜松駅から車で2、30分ほど、大きな看板が目印です。撮影も快く OK いただきました。見てください、この素晴らしい品揃え。ワクワクが止まりませんよね。扱っているもの自体は全国的に同じでも、見せ方とか並べ方でお店の個性がしっかり伝わるんだなと実感します。クラフト東海さんはただ品揃えが豊富なだけではなくて、陳列からも手芸への愛を感じられます。お店全体がただ買い物をする場所ではなく、手芸をする人の心をときめかせて次の作品へのインスピレーションを与えてくれる場所になってますよね。立ち寄ったつもりが気づけば時間を忘れて長居してしまう、そんな魔法を持った空間です。この毛糸を使ったらこんな作品ができますよなんて見本もたくさん飾られてるので、
すごくこれもやってみたい、あれもやってみたいってなりますよね。レース編みも挑戦してみたい。最近流行りのビーズアートもたくさん並んでいました。ビーズアートっていうのは番号のついた下絵にビーズをペンで置いていくんですけど、サイズも小さめのものから大きめのものまでコツコツ何か楽しみたい方にはぴったりです。概要欄にリンクも貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。かわいい。ムーミンがいいかな。ムーミンにしようかな。三村じゃどうかな。これ延々と8番のビーズを入れていくのかな。結構これあと後ろが全部6番だよ。これ修行だね、修行。やっぱじゃあそう考えると三村にしようかな。三村姉さんにします。生地もたくさんあって子どもたちのお稽古バッグとか作ってあげたい。でも子どもたちにもきっと好みがあるので、そこは相談したいところ。かわいい。すごい、レザーもこんなに並んでる。見てください。東京でここまで綺麗に並んでいるリボンと本棚を見たことが私はございません。もうね、とにかく終始ワクワクが止まらない空間です。東京って種類はすっごい豊富かもしれないですけど、もうなんかいろんな方が見るのでごちゃごちゃしていて、常に飲みの市みたいな感じですよね。陳列のお話です。いっぱい並んで、素敵。何これ。カントリーの素敵な風景。うわ、かわいい。やりたい。すごいかわいい。Try to say the sunrise the same. But tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the sweat. かわいい。シルバニアの何これ、お洋服。簡単手作りキットだって。かわいい、かわいい。
さてお次はおすすめの画材屋さんをご紹介します。こちらは明治創業、画材と額縁の相談はぜひこちらへ。画装清水さんです。浜松駅からは車で10分くらいです。一見めちゃくちゃ入りにくい店構えなんですけど、店内は入ると素敵な画材がずらーっと並んでいます。実は実家の近所なんですけど、実際に入ったのは30を過ぎてからでした。こんなに近所に画材屋さんがあったのを知っていたら、本当に美大に行っていたかもしれません。陳列された筆の多さには圧倒されますし、瓶に入った色とりどりの液体、透明の液体、それは用途がわからなくても見ているだけで胸が高鳴ります。この日は水彩画用紙を購入しました。帰ってスケッチをたくさん楽しみたいと思います。サイズも悩んだのでサイズ違いで購入しています。お店の方もとっても親切で、紙質の違いとか厚さの違いとか書き心地、相性とかすごく丁寧に教えてくださいます。さて、この日泊まったお宿を紹介します。駅から直結、アクトタワーという静岡県で最も高いビルの中にあります。まず何よりもこの眺めです。どのお部屋からもこの浜松の景色を一望できます。今回北側でしたが、南側のお部屋だと海が見えます。通っていた小学校、中学校、高校、すべて見渡せますね。右手に馬込川という川が見えるんですけど、私平成生まれなんですね。で、子供の頃にまだ川辺に防空壕が残っていたりして、絶対に入っちゃいけないと親たちに言われたことを今でも覚えています。育った小学校もよく見えます。屋上にプールがあるんですけど、緑色に苔むしているので、今年は暑すぎてプールないんでしょうね、きっと。自分たちが子供の頃って唇を紫色にしてプールの授業を受けたりしていませんでしたか？寒い寒いとか言ってプールの中の方が暖かかったりして、今年の暑さはやっぱり信じられませんでしたね。せっかく地元に来たのでお墓参りをしようとお花を買ってきました。母のお墓に添える花はバラです。お墓にバラなんてびっくりするかもしれませんが、母はバラが好きだったので好きなお花を贈りたいと思います。お部屋の中はこんな感じ。今日は一人で贅沢に使います。ちゃんとしたコーヒーメーカーがあるので、部屋でゆったりと味わえるのもポイントが高いです。
far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms. 皆さんは旅先で何をされてますか？いつも観光地を巡るのが好きな方もいれば、私は結構ホテルでのんびり過ごすのが好きなタイプなんですね。浜松にも観光スポットってたくさんあって楽しいレジャー施設もあるんですけど、せっかくね今日一人ですし、この日はホテルで編み物を楽しみました。そう、でもおすすめしたいご飯屋さんはあります。お疲れ様でした。こちらフォロワーさんが教えてくれたんですけど、ござろうというお店です。駅の近くなので浜松に来た際はぜひ行ってみてください。もう私は毎回浜松に帰るとここに行きます。やっぱりね、浜松って魚介が最高に美味しいんですよ。スーパーのマグロでさえすっごく美味しいですからね。その中でもござろうの魚介は本当に別格ですよ。うなぎも関東の方ってあんまり白焼き食べない気がしますが、いかがでしょうか？タレのうなぎが多くないですか？もうぜひ浜名湖うなぎのでしこ食べてみてください。タレのうなぎとはまた違う旨味が広がっていて、もう他では食べられなくなるかもしれません。He drove a Cadillac station wagon. He had the paint redone 4 times. He taught me everything worth having. 旅先で手紙を書くのも好きです。東京にいる子どもたちに手紙を書きます。すぐ帰るんですけどね。ひらがなの書けるようになった娘と文通を楽しみます。便箋タイプのものとはがきのものがあって、どちらもこのホテルのロゴ入りです。旅の報告を書き込む時間はとっても贅沢に感じました。Is the same part that just gives up, and I can't seem to keep it in balance. In your face is こちらのホテルはルームサービスもとっても素敵なんです。大倉のパンも美味しいですし、気の利いた朝ごはんがいただけます。大勢が集まる食事どころが苦手な方や、今回の旅はゆっくり過ごしたいという方にもとってもおすすめです。和も洋も自分で選択できますよ。たまには自分のためにゆっくり時間を使ってあげる、
ということをしてみてはいかがでしょうか。この日の予定は演奏会のお手伝いもしてきました。駅近く梶町のヤマハに到着です。私はこのヤマハに3歳の時から中学校卒業まで通っていました。当時ネットで音楽を聴くなんてことができなくて、このヤマハにわざわざ来て音楽を聴き漁るということをしていました。当時は今と比べて情報は少なかったけど、その分一つ一つが宝探しのようでたくさんの出会いがありました。この日はね、裏方です。アナウンスをしてきました。関係者以外の写真撮影、録音、録画は禁止とさせていただきます。また本館は全館禁煙となっております。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。本日はここまでになります。浜松の手芸屋さんと画材屋さん、おすすめの食事処と宿泊先もご紹介できました。次回はですね、繊維の町浜松というタイトルでご紹介したいと思っています。またぜひ見に来てくださいね。ご視聴ありがとうございました。